アタ、ビン、ヤサルは次のように伝えている。イブン、アッバースは身を清め、顔を洗った。以下の手順。彼は柄杓一杯の水を汲み、口をすすぎ、鼻をすすいだ。それから、もう一握りの水を取り、両手を合わせ、同じように、身振りで顔を洗い、もう一握りの水を取り、右前腕を洗った。さらにもう一握りの水を取り、左前腕を洗い、濡れた両手で頭を覆い、もう一握りの水を右足首までかけてよく洗い、同様にもう一握りの水を左足首までかけてよく洗い、こう言った。私はアッターの使と、彼に平安と祝福あれがこのように身を清めているのを見た。サヒーフ、アルブハーリー140。身を清めた直後に吐く場合、身を清める。ウドゥ際に再度足を洗う必要はない。非旅行者の場合は24時間。旅行者の場合は3日間。ウルはビン・アルムギーラが父から伝えた。私は旅の途中、預言者、彼に平安と祝福あれと一緒だった。私が彼の靴皮または厚手の布製の靴下を脱がそうとすると、彼は、そのままにしておきなさい。私は清らかな状態でそれを履いたのだからと言った。そして彼は、その上を拭った。サヒーフ、アルブハーリー206。イブン・ウマルはこう伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言いました。私は夢の中で、歯枠で歯を磨いていると、二人の人が私のところに来ました。一人はもう一人より年上で、私は年下の方に歯枠を渡しました。年上の方に渡すようにと言われたので、私はそうしました。サヒーフ、アルブハーリー246。アブー・キラーバの伝承。アナスはこう語った。ウクル族、あるいはウライナ族の人々がメディナにやってきたが、その気候は彼らに合わなかった。そこで預言者、彼に平安と祝福あれは彼らにラクダの群れのところへ行き、その乳と尿を薬として飲むように命じた。彼らは指示通りに行動し、健康を取り戻した後、預言者の羊飼いを殺し、ラクダをすべて追い払った。その知らせは早朝に預言者、彼に平安と祝福あれに届き、彼は追跡に人を送りかけ、彼らは正午に捕らえられ連行された。そして彼は彼らの手足を切るように命じ、そしてそれは実行された。彼らの目には熱した鉄片の焼き印が押された。彼らは、アルハラに入れられ、水を求めても与えられなかった。アブー・キラーバはこう言った。彼らは窃盗と殺人を犯し、イスラム教に改宗した後に異教徒となり、アッターとその使徒に敵対した。サヒーフ、アルブハーリー233。羊肉とサウィークを食べた後に、再度沐浴を行わないこと。アブドゥッター・ビン・アッバス伝承。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、肩の部分から調理した羊肉の一切れを食べ、再度沐浴を行わずに祈りを捧げた。サヒーフ、アルブハーリー207。ジャーファル・ビン・アムル・ビン・ウマイヤ伝承。父はこう言った。私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれが、調理した。肩の部分から羊肉の一切れを取っているのを見た。そして礼拝に呼ばれた。彼はナイフを置き、再度沐浴を行わずに祈りを捧げた。サヒーフ、アルブハーリー208。アーイシャはこう伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。もしあなた方のうち、祈りの最中に眠気を感じた者は、眠りが終わるまで寝床につくべきだ。眠い時に祈ると、許しを求めているのか、それとも自分自身にとって悪いことを求めているのかわからなくなるからだ。サヒーフ、アルブハーリー212。スワイド・ビン・アルヌーマーンが伝えた。ハイバル征服の年、私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれと共に出かけ、ハイバルに近いサフバーという場所に着きました。そこでアッターの使徒、彼に平安と祝福あれはあする、午後の礼拝を行い、食料を求めました。サウイーク、言った麦粉、以外何も持ってこられませんでした。彼はそれに水を加えて混ぜるように命じました。彼と私たち全員がそれを食べ、預言者、彼に平安と祝福あれはマグリブ、日没の礼拝のために立ち上がり、口をすすぎ、私たちも同じようにしました。そして彼は、ウドゥー、清めの沐浴を繰り返すことなく祈りました。サヒーフ、アルブハーリー209。アーイシャ、敬虔な信者の母は、次のように伝えている。ある子がアッターの使徒、彼に平安と祝福あれのもとに連れて来られたとき、預言者の衣服に尿をかけてしまった。預言者、彼に平安と祝福あれは水を要求し、汚れた部分に水をかけた。サヒーフ、アルブハーリー222。カイス、ビンとミーフシンは、次のように伝えている。まだ、普通の食事も食べていなかった幼い息子をアッターの使徒、彼に平安と祝福あれのもとに連れて行ったところ、使徒は息子を抱き上げて膝の上に座らせた。子供が預言者の衣服に尿をかけたので、預言者は水を要求し、汚れた部分に水をかけて洗い流さなかった。サヒーフ、アルブハーリー223。アブー・フライラは、預言者、彼に平安と祝福あれがこう言ったと伝えている。流れていないよどんだ水に排尿し、その後その水で体を洗うべきではない。
サヒーフ・アルブハーリー239。イブン・アッバースが伝えた。預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれが、以下に示すように、サジダ、平服している時のこと。アブドゥッラー・ビン・マスウードが伝えた。かつて預言者、彼に平安と祝福あれがカーバで祈りを捧げていました。アブー・ジャフルは、数人の仲間と一緒に座っていました。彼らの一人が他の者に言いました。お前たちの誰が、預言者ムハンマドが平服した時に、ある部族のラクダの腹の内容物、蝶などを持ってきて、彼の背中に置くか、彼らの中で最も不運な男が立ち上がり、それを持ってきました。彼は預言者、彼に平安と祝福あれが平服するまで待ち、それから彼の肩の間に背中にそれを置きました。私は見ていましたが、何もできませんでした。彼らに対抗できる誰かが私と一緒にいてくれたらと願いました。彼らは笑い始め、互いに倒れ込みました。アッターの死と、彼に平安と祝福あれは平服したままで、ファーティマ、預言者の娘が来てその、ラクダの腹の内容物を彼の背中から取り除くまでは頭を上げませんでした。彼は頭を上げ、3度言いました。アッターよ、暗い死を罰してください。預言者が彼らにアッターへの祈りを捧げたとき、アブー・ジャフルとその仲間たちは苦しみました。なぜなら彼らはこの町、メッカでは祈りが受け入れられると確信していたからです。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。アッターよ、アブー・ジャフル、ウトバ・ビン・ラビア、シャイバ・ビン・ラビア、アルワリード・ビン・ウトバ、ウマイヤ・ビン・ハラフ、ウクバ・ビン・アルムイートを罰してください。そして彼は7人目の名前を挙げたが、私は思い出せない。私の命をそのお手にお持ちになるアッターにかけて、アッターの死と、彼に平安と祝福あれが数え上げた者たちの死体がバドルのカリブイドの一つにあったのを見た。サヒーフ・アルブハーリー240、アル・バラ・ビン・アジブのナレーション。預言者、彼の上に平安と祝福あれは私にこう言いました。寝るときはいつも、祈りの時と同じように清め、ウドゥーをし、横になるか右側を向いてこう言いなさい。اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك أملجأ والأمنجى منك لا وإليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 意味、顔文字、しかめっ面、アッターよ。私はあなたに身をいね、すべての事柄をあなたに託し、あなたへの希望と恐れを持って、あなたの祝福をあなたに託します。あなたから逃れることはできず、あなた以外に保護と安全の場所はありません。アッターよ。私はあなたが掲示したあなたの書、クルアーンと、あなたが使わしたあなたの預言者、ムハンマドを信じます。そして、もしあなたがその夜に死ぬなら、あなたは信仰、すなわちイスラームの教えを持って死ぬでしょう。上記の言葉を、眠る前の最後の言葉としてください。私はそれを預言者、彼に平安と祝福あれの前で繰り返し、アッターよ。私はあなたが掲示したあなたの経典を信じますと唱えたときは、ラスリカ、そしてあなたの使徒と言いました。預言者、彼に平安と祝福あれは、いいえ、代わりに、ワナビーカ・ラディ・アルサルタ、あなたが使わされたあなたの預言者と言いなさいと言いました。サヒーフ・アルブハーリー247。アスマは次のように伝えている。ある女性が預言者、彼に平安と祝福あれのもとに来て尋ねた。もし私たちのうちの誰かが衣服に月経がついたら、どうすればいいでしょうか。預言者は答えた。彼女は、汚れた部分を掴んで、こすり、水に浸して血の跡を拭き取り、それから水を注ぎなさい。それから、その上で祈りを捧げなさい。サヒーフ・アルブハーリー227。章、自分の衣服に唾を吐く、鼻を噛む、またはそれに類する行為。ミスワル・ビン・マフラマとマルワーンが伝えた、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれがあるフダイビア、条約の時に出発された。そしてハディースの残りの部分が述べられているが、アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが唾を吐くと、その唾は彼らの一人、預言者の共有の手に落ち、その者はそれを顔や肌にすりつけた。アナスが伝えた、預言者、彼に平安と祝福あれはあるとき、ご自身の衣服に唾を吐かれた。サヒーフ・アルブハーリー241。アブー・ハジムは、次のように伝えている。サフル・ビン・サード・サーイディは人々から尋ねられた。預言者、彼に平安と祝福あれの傷はどのように治療されたのですか。サフルは答えた。私以上にそれをよく知っている者は、今生きている人々の中で一人もいません。アリーは盾に水を入れて持ち歩き、ファーティマは彼の顔についた血を洗い流していました。そして藁の敷物を燃やし、傷口に水を入れました。サヒーフ・アルブハーリー243。アーイシャはこう伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。酔わせる飲み物はすべてハラーム、飲酒禁止である。サヒーフ・アルブハーリー242。章、預言者、彼に平安あれと人々は、
ベドウィンがモスクで用を足し終えるまで邪魔をしませんでした。アナス・ビン・マリク伝承。預言者、彼に平安あれは、ベドウィンがモスクで水を汲んでいるのを見て、人々に邪魔をしないように言いました。用を足し終えると、預言者、彼に平安あれは水を要求し、それを尿にかけました。サヒーフ・アルブハーリー219。アブー・フライラ伝承。ベドウィンが立ち上がり、モスクで水を汲み始めました。人々は彼を捕まえましたが、預言者、彼に平安あれは彼らに立ち去るように命じ、バケツかコップに汲んだ水を彼が用を足した場所にかけるように言いました。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。あなた方は物事を容易にするために使わされたのであって、困難にするために使わされたのではない。サヒーフ・アルブハーリー220。アナス・ビン・マリクの伝承。あるベドウィンがやってきて、モスクの片隅で用を足した。人々は彼に向かって叫んだが、預言者は彼が用を足し終えるまで彼らを止めた。預言者は人々にバケツの水をその場所にかけるように命じ、彼らはそれに従った。アナス・ビン・マリクは、次のように伝えています。預言者、神の祝福と平安あれが用を足しに行くときはいつも、私は彼が陰部を洗うために使っていた水を持って行きました。サヒーフ・アルブハーリー217。アナスが伝えた。預言者、彼に平安と祝福あれは、すべての礼拝のためにウドゥ、清めの沐浴を行っていました。私はアナスに、あなた方はどうしていましたかと尋ねました。アナスは答えました。私たちは、ハダス、不浄が生じるまで同じウドゥで祈っていました。サヒーフ・アルブハーリー214。アナス伝承。預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは、1サー、約1サールから最大5ムット、約1ムットの水で沐浴し、1ムット、約1ムットの水で清め、ウドゥを行っていました。ムットは実質的に 1kg の3分の2に相当します。フダイファは、次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれは夜起きるたびに、強くで口を清めていた。サヒーフ・アルブハーリー245。小、ファイン足首を覆う革の靴下に即に濡れた手を当てる。アブドゥッラー・ビン・ウマルの伝承。サード・ビン・アビー・ワッカスはこう言いました。預言者ムハンマドを彼に平安と祝福あれは、厚手の布地または革で作られた靴下に濡れた手を当てました。アブドゥッラー・ビン・ウマルはウマルにそれについて尋ねました。ウマルは肯定的に答え、さらにこう付け加えました。サードが預言者のハディースを語るときは、他の者に尋ねる必要はありません。サヒーフ・アルブハーリー202。アルムギーラ・ビン・シューバは、次のように伝えている。ある時、アッラーの使と彼に平安と祝福あれが用を足すために外出されたので、私は水を入れたタンブラーを持って彼に付き添いました。彼が用を足し終えると、私は彼に水を注ぎ、彼は身を清め、濡れた手で厚手の布地または革で作られた靴下を拭きました。サヒーフ・アルブハーリー203。ジャーファル・ビン・アムルは、次のように伝えている。父はこう言った。私は預言者、彼に平安と祝福あれが濡れた手でターバンと厚手の布地または革で作られた靴下を拭いているのを見ました。サヒーフ・アルブハーリー205。アイシャが伝えた。アブー・フバイシュの娘ファーティマが預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれのところに来て言いました。アッターの使徒よ、私は、子宮から、絶え間なく出血しており、清らかになりません。祈りをやめるべきでしょうか。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは答えました。いや、それは血脈からのものであり、月経ではないからだ。だから、真の月経が始まったら祈りをやめなさい。そして、月経が終わったら血を洗い流し、沐浴し祈りを行いなさい。ヒシャーム、会の伝承者は、彼の父もこう言ったと伝えています。預言者、彼に平安と祝福あれは彼女に言った小格好割りコロン。次の期間が来るまで、すべての礼拝のためにウドゥ、清めの沐浴を行いなさい。サヒーフ、アルブハーリー228。マイムナー伝承。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、調理用バターの中にネズミが落ちたことについて尋ねられました。彼はこう言いました。ネズミを取り出し、周りのギーを捨て、残りを使いなさい。サヒーフ、アルブハーリー235。マイムナー伝承。預言者、彼に平安と祝福あれは、ギーの中にネズミが落ちたことについて尋ねられました。彼はこう言いました。ネズミを取り出し、周りのギーを捨て、残りを使いなさい。サヒーフ、アルブハーリー236。イブン・アッパスは、次のように伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは牛乳を飲み、口をすすいでいった。脂肪分が多い。サヒーフ、アルブハーリー211。小、シワク・アラクの根から作られた鉛筆のような歯ブラシであるシワクで歯を磨くこと。イブン・アッパースはこう語った。ある時、私は預言者、彼に平安と祝福あれと夜を共にし、彼が、シワクで歯を磨いているのを見た。アブー・ブルダの伝承。父はこう言った。私は預言者、彼に平安と祝福あれのもとへ行き、彼が手にシワクを持ち、口の中にシワクを入れたまま吐き気を催しているかのように、
と言いながら歯を磨いているのを見た。サヒーフ・アルブハーリー244。アブー・フライラは次のように伝えている。預言者、彼に平安と祝福あれはこう言った。アッターのためにムスリムが受けた傷は、復活の日に折った時と同じ状態になる。傷からは血が流れ、色は血そのものとなるが、ムスク、香水、特にベースノートとして用いられる芳香物質の一種のような匂いがする。サヒーフ・アルブハーリー237。イブン・アッバースが伝えた。かつて預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれが、メディナかメッカの墓地の一つを通りかかった時、墓の中で苦しめられている二人の声を聞かれました。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。この二人は題材のために苦しめられているのではない。避けるべきことではなかった。それから預言者、彼に平安と祝福あれは付け加えました。いや、そうである。彼らは題材のために苦しめられている。実際、一人は自分の尿で汚れることから身を守ろうとせず、もう一人は中傷、友人の間に敵意を生じさせるためを広めていた。預言者、彼に平安と祝福あれはそれから、ナツメヤシの木の青い葉を求めて二つに割り、それぞれの墓の上に一つずつ置きました。なぜそうしたのか尋ねられたとき、彼は答えました。それらが乾くまで、彼らの苦痛が軽減されることを願っている。サヒーフ・アルブハーリー216。フダイファ伝承。ある時、預言者、彼に平安と祝福あれは人々の汚物集積所へ行き、立ったまま排尿しました。彼は水を求めたので、私は水を彼に渡し、彼は身を清めました。ウドゥ。サヒーフ・アルブハーリー224。フダイファ伝承。預言者、彼に平安と祝福あれと私は、人々の汚物集積所まで歩きました。彼は、皆さんが誰であれ、壁の後ろに立って排尿しました。私は立ち去りましたが、彼は私に来るように手招きしました。そこで私は彼に近づき、彼が排尿を終えるまで彼の背中近くに立っていました。サヒーフ・アルブハーリー225。アブー・ワイルの伝承。アブー・ムーサー・アルアシャーリーは排尿の問題を非常に重視し、バニ・イスラエルの者が尿で衣服を汚した場合、その部分を切り取っていたとよく言っていました。それを聞いたフダイファはアブー・ワイルに、アブー・ムーサーがその問題にあまり重点を置かなければよかったのに、と言いました。フダイファはさらにこう付け加えました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは、ある人々の排泄所に行き、立ったまま排尿しました。サヒーフ・アルブハーリー226。アナス伝承。モスク建設以前、預言者、彼に平安と祝福あれは羊の囲い場で礼拝を捧げていました。サヒーフ・アルブハーリー234。アーイシャ伝承。私は預言者、彼に平安と祝福あれの衣服からジャナバ、精液の跡を洗い流していたが、彼はまだ水滴が残っている状態。水滴がまだ目に見えている状態で礼拝に出かけていた。サヒーフ・アルブハーリー229。スライマーン・ビン・ヤサル伝承。私はアイシャに精液で汚れた衣服について尋ねた。彼女はこう答えた。私はアッターの使徒、彼に平安と祝福あれの衣服からそれを洗い流していたが、彼はまだ水滴が残っている状態。水滴がまだ目に見えている状態で礼拝に出かけていた。サヒーフ・アルブハーリー230。